面白いですね、バイキング。面白いんですよ、ね、彼らはいいですよ。あ、いい好きな感じ。好きですね。はい。地球言葉村、2024年10月の言葉のサロンのお時間がやってまいりました。今日はですね、古英語と英語地名から見るイギリスの、言語文化という、大体なんですけどねというタイトルで、今日は小川俊さんをお迎えしました。小川さん、ありがとうございます。会場は古英語っていうのは英語の歴史は大きく区分するところがありまして、これは誰でも英語学をやっているもんならもう忘れてはいけないというか、もう忘れられない年が1066年っていう年がありまして、これは歴史的に言うとノルマン人の征服っていう、簡単に言うとイギリスにフランス語を話す人がわーっと攻めてきて支配しちゃったっていうことですよね。はい、簡単に言うと、もうちょっと詳しかった1066年以降を中英語っていう呼び方をするんですけど、それより前は古英語ね、オールドイングリッシュ、その時代のご研究ということですよね。そうですね。はい。でもなんかね、ちょっととっつきにくい感じがしますけど、個人的には一番楽しいって思ってるんですけど。そうですか。はい。一番面白いところってどこですか？小川さんにとって古英語の一番魅力っていうと。これは、そうですね。今の英語と違うっていうことですね。その違い。そんな単純な。そういや、なんかこう、結局英語を最初に中学生になって勉強した時も何が面白かったかっていうと、単語とか勉強してこう、なんていうんでしょう、全く無意味に頭の中に入ってきた文字の羅列が意味を持ったものにだんだん変わっていく感覚ってどの言語やってもあると思うんです。外国語をね、勉強すると、その感覚だったんですけど、その感覚がすごく個人的には燃えるというか、この全く無意味に見えるものを絶対意味あるものに見えるようになってやるっていう、なんかそういうこう変な感覚なのかもしれない。小川さん地名の研究されてて、そうですね、イギリスのね、それすごい面白いと思うんですけど、ちょっとその辺からちょっとお話をいただきたいんですけど。僕が注目したのは、地名、既存の地名が新しい言語話者が来た時にどういうふうに置き換えられているのか、あるいは置き換えられていないのかとかっていう、そういうのをやってましたね。なので地名そのものの、例えば一つ一つの語源とかっていうのももちろん面白いんですけど、それよりは、イギリスならではですけど、いろんな言語話者がこう歴史の中でこう入ってきて、それがこう混ざり合ってるわけじゃないですか。その時に地名を見ると、どの場所でどういうふうにその違う言語が新しい地名にこう塗り替えられているかっていうのが結構それをこう調査しているというか、痕跡が見える。痕跡、そうですね。ちょっとこれ基礎的な話で私も不勉強なんですけど、イギリスのその古英語の時代でいろんな人が来て、もちろんノルマン人も来てっていうことですよね。で、ノルマン人も語源を言うと、あれはノースマンから来ているので、もともと彼ら、そうなんです。もともとバイキングと言われている北欧にいた人たちなんですよ。で、彼らが8世紀ぐらいなんですけど、以降ブリテン島とイギリスとか、アイルランドとかを経由して、今のノルマンディって言われているところに定住してたんです、その前に。で、彼らが、ノルマンディっていう国を作っていて、でそこから再侵入というか、なんかフランスって言ってもこういわゆるパリの中央フランスの人たちはちょっと違っていて、なんか一般的な知識で言うと、ノルマン人がブリテン島にやってきてフランス語化したみたいなイメージですけど、そのもともといたノルマン人たちはもっと北から来て全然フランス語じゃなかったんです。そうなんですよ。もともとはだからバイキングたちはゲルマン系の言語を話す人たちなので、もともとはゲルマン系、北ゲルマン語という、言葉をグループに入っている、今の北欧の言葉の祖先の言葉ですねを話していた人たちなんですけど、バイキングたちはだから今のノルマンディ、フランス西部に来てから自分の言語を捨てちゃったっていうことなんですね。だから捨てちゃったんですね。侵入した後、フランス語の話者になっちゃってたんです。そのノルマンコンクエストした時までには。そういうことなんです。それ何年ぐらいの？それは結局8世紀以降ぐらいなので、200年ぐらいじゃないですかね。そんなに長くはないと思いますね。ゲルマン系の言語からフランス語に変わっちゃった。そうなんですよ。バイキングたちっていうのは移動はすごくするんですけど、なんかどこ行っても言語をあんまり保守しないんですよね。それは面白いなと思うんですけど、結局イギリスでも、一番
強かったのはまあ10世紀ぐらいですけど、うんイギリスにこうバイキングたちがまあ北からどん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 侵入してきたわけなんですけど、じゃあイギリスが今すごくこう北欧の言語がものすごく話されているかっていうと、もちろんまあいろいろこう侵略としてデンマークとかの王朝がもうなくなっちゃってるっていうのもあるんですけど、結局英語話者になってるわけですし。そうか。そうなんですねバイキングっていうのはざっくり一言語ですか？当時は大体一言語大体ですね。一言語、はい。それ今で言うと何言語に近い感じですか？バイキング今の、でいわゆる北欧5カ国で話されて、フィンランドを除いて北欧4カ国ですかね、で話されている言葉の元ですね。アイスランド語、ノルウェー語、スウェーデン語、デンマーク語っていう感じですね。なるほどね、はい。面白いですねバイキング。面白いですよ。ね彼らはいいですよ。いい好きな感じ。好きですね。はい。それはどういうところが？なんですかね、こう結局英語と比べた時に、近すぎず遠すぎずっていう言語なので、彼らが使っていた言語っていうのは、なので例えば地名を見た時に置き換える田舎っていうのも、要は、分かってたと思うんですよ、お互いが話している言葉は。おそらくある程度は基本的な会話はお互いに分かってたんじゃないかって言われていて、アングロサクソン人の公英語ですね、とバイキングたちは。でそれで交易なりを普通にして共存してたわけなので、その中で置き換えたり地名を置き換えたりしてるっていうことはどういうことなんだろうかとかっていうのを考えてたんですけど、なんか一般的なバイキングのイメージってなんかちょっと勇猛で勇ましくて、なんか征服して、なんか凶暴なイメージですけど、実際のところは全然そういう人たちももちろんいましたけど、全くそういう人たちじゃない人もたくさんいて、商人たちもたくさんいたので、全然なんていうんですかね、あれは多分ですけど18世紀とかにそもそもバイキングっていう言葉自体の歴史を見ると、なんで我々が今凶暴なみたいなイメージを持ってるかっていうのが少しヒントになると思うんですけど、バイキングっていう言葉って当時は使ってなかったんですよ、あんまり古英語の時代は。自称もしてない。自称もしてないですね。デイン人っていう言い方を、デイン人ね、デンマーク人ですね、いわゆるデンマーク人っていう言い方をしていて、決してバイキングみたいな、当時はウィーキングっていうふうに言ったりしてるんですけど、あんまり使っていなくて、でそれがバイキングっていうのが出てくるのは18世紀とかにもうボンって出てくるんですよ。そうなんだ。なんか近代のそういうなんていうんでしょう、なんか創作とか、とかナショナリズムとかそういう関連でバイキングって言葉がちょっと凶暴なああいうパイレーツみたいな意味で一人歩きし始めちゃったんだと思うんですよね。なんかこういう角のあるヘルメットみたいな兜みたいなの、あれもちろんそういう人いるんですけど、そういうみんななんか皆殺しにするような人ばっかりじゃないっていうところなんです。だからもちろん根血もしていたしということで、逆にアングロサクソン人側が、バイキングたち、イングランドに定住していたバイキングたちを殺したりしてしまっていることもたくさんあるんですよ、命令して。なるほどね。なのでちょっと現代人が思い浮かべるバイキングのああいう凶暴なイメージだけではないですね、当時の人たちは。じゃあちょっと地名の話を具体的にしていただきたいと思うんですけど、じゃあバイキングからいきましょうか。バイキングの痕跡がある地名って例えばですね、イギリスの地名でいうと、さっき言ったように、一単語っていうよりは地名の中に要素として残ってるっていうことなんですけど、一番有名なところはB で終わる地名のB ですかね。ラグビーとかの B。そうですね。ラグビーとかの BY。あれが一つの意味だったんですね。そうなんです。あれが一単語なんですね。あれどういう意味ですか？あれは村って意味ですね。集落とか村という意味で、あれはバイキングたちがやってきた後に、バイキングたちがいたり、あるいは彼らの社会的言語的な力が強かったところに、そういう名前が付けられているんですね。結構 B っていう名前多いですか？多いですね。でやっぱりそれを例えば地名の分布を取ってみたりすると、もう明らかにイングランドの北東部に集中してるんですよ、B とかは。なのでそれを見るだけでも、バイキングたちが当時いた時にどこに勢力が強かったか、どこが勢力が強かったかっていうのがもうそれだけでも分かって面白いんですけど。それ面白いですね。面白いです。大体この辺はバイキングが来たとこだとか。そうですそうです。はい。この辺はアングロサクソンの元々のなんか地名のよく知られてる地名っていうと、これは
あれですよ、ワシントンとかニュートンとかのトンですね。あ、トンがアングロサクソンね。あれはこれはあんまりこうつながりが見えないかもしれないんですけど、古英語の時代は日常言語だと、トゥーンっていう単語だったんですね、トゥーン。でこれが地名だと、トンっていうふうになって、今言ったようにニュートンとかのトンになっているんですけど、もともとはこうトゥーンっていうのはこう柵というか、何かをこう境界を作ったりする時の柵っていう意味で、そこから転じてこう柵で囲われている場所っていうことで町っていう意味になったんですけど、これ日常言語だと、我々がもう当たり前のように知っている単語になっていて、タウンですね。あ、そうか。悔しい気づかなかった。そうか。意外と日常言語にそのまま残っている。なるほどね。何々町っていうのと全く同じ要領で、アングロサクソン人たちはトンはタウンか。そうなんですよ。なるほど。もう至る所にイングランドにありますよね。なるほどね。なんとかとなんとかとなんとかと。どこ行ったってトンがある。なんかある感じしますね。そうですよね。日本のなんとか町と全く同じ感覚ですね。そうなんだ。トンは非常に英語系の地名としてはもう本当最優勢というか一番多いもので、その B で面白いのは、さっきの置き換えの話なんですけど、すごい文学作品というか、歴史書とかを見ていくと当時の、当時からその場所はもちろん昔からあったわけで、その B が今ついている地名でダービーってありますよね。ダービー、イングランドのちょっと真ん中ぐらいにあるところですけど、あれはもちろんバイキングたちがやってきた後にその名前が付けられたわけですね。じゃあその町がその前はどう呼ばれていたかっていうことなんですけど、そこはノルスウェルディっていう全然違う地名だったんですよ。ノルスウェルディ、ノルスウェルディ、でこれは現代英語だとノースウォースみたいになると思うんですけど、北のウォースっていうのは地名でそれこそよく使う要素なんですけど、なんですか、エンクロージャーっていうやっぱり囲っているっていう、そうですね。なので囲っている場所っていう、要はこう町みたいなことなんですけど、そういう意味で使って、そういう意味の要素をこう地名に当てていて、ダービーっていうのは古英語のだから9世紀ぐらいまでですかね、ノールスウェルディっていうふうに呼んでたらしいんですけども、でちょうど10世紀ぐらいのこう歴史書を読んだりすると、そこにラテン語で書かれている文章に面白いのが、どれどれ何々何々でノールスウェルディで何々が起こったみたいなことが書いてあるんですけど、その時に、それを書いてる人がすごくこう当時社会的にも地位が高い人なの、アルズ・ウェルドっていう人が書いてるんですけど、そこでこうノールスウェルディでこれこれが起こったっていうふうにただそれ書けばいいのに、そこを当時おそらく10世紀ぐらいはもうバイキングたちが来ているので、そこの場所を何と呼ぶかっていうのが人によって多分分かれてたようで、ノールスウェルディであって後ろに同格みたいな形で、つまり伝人が言うとこのダービーでこういうことが起こったみたいなことを言ってるんですよ。なるほどね。おそらく当時人によってあそこ行こうみたいに言う時に、元来のノールスウェルディに行こうみたいな言う人もいれば、新しいダービーっていう言い方をしてる人もいたはずで、なるほどね。そういう言語の日常の接触みたいなのがそういう記述からもちょっと見えるっていうのが面白いポイントですね。ちょうどなんか移行期なんですかね。そうだと思いますね。なんか古い人はなんかちょっと古い呼び名で、呼びたくアングロサクソン系の呼び名で呼んでたなったりとかね。なんかその辺のラインを引いていくと、さっきお話しあった、バイキングのちょっと私これ誰も見えないですよねバイキングのラインがあり、そして他にもなんかいくつかラインと思えるようなものって他にもあるんですか？そうですね、それは例えばですけど、さっき申し上げたケルトの要素を見たりするときに、一応ラインを打ち出しているというか、それで分けられるよっていうふうに言った人はいて、ケルト起源の地名というと、例えばあんまりその古英語ほどは残ってないんですけど、やっぱ時代が古いので、あんまりこう町の名前には残ってなくて、代わりに川の名前に多いですよ。やっぱり面白いなと思うんですけど、だから水ってやっぱ必要だと思うので、人間にとってかなり初期から名前があったようで、ケルト系の地名はかなり川に集中してるんですよね。そうなんですか。でそれをこう研究した人がいて、イングランドとかのこう川の名前、ケルト系の川の名前をこう見てみると、その密度とかどれだけ多いかとかで見て、
アングロサクソン人が、東からやってくるわけですね。イギリスの地図を想像していただくといいと思うんですけど、東が海になっていて、バイキングたちの北欧はもちろん東側にあるので、そこからこう入っていくわけですけども、そうすると当然一番アングロサクソン人たちの勢いが強いのは東側の海岸沿いってことになると思うんですね。でそこから陸地に入って、だんだん西側に攻め入っていくっていうことになると思うんですけど、やっぱり地名から見てもケルト語のその河川名、川の名前っていうのは東が一番強くて、ごめんなさい、西が一番強くて、東に行くにつれてその痕跡が薄くなっていくっていうには言われていて。有名な川あります？ケルトの名前の。僕が好きなのはエイボン川ですね。エイボン、はい、ストラトフォード・アポン・エイボン、エイボンですね。はい、シェイクスピアが生まれたところですけど、ね、あれは川っていう意味だ。そうなんです。そうなんですね。川って言ってるリバーエイボンっていうのは、そうか、そうですよね。リバーエイボンだから、そう。ケルト系で川という意味で、エイボンはテムズとかもそうですけどね。テムズもケルト、あれケルト系ですね。そうなんですか。結構イギリスの川の名前はケルト系が多いですね。なるほどね。なんか人間のなんて言うんでしょう、生活がそのまんま残ってるというか、それが地名の面白さの一つは結構それだと思いますね。そういう意味で言うと本当なんか地名って奥深いですよね。奥深いですね。なんか人間の認知も関わってくるというか、要はなんていうんですかね、結局人間が関わりが薄い部分は名付ける必要がないわけじゃないですか、本質的に。なので地名があるっていうことは、そこに対して人間がその時代に関わりを持っていたはずで、そこを認識、他と差別化してそれをそれとして認識しなきゃいけなかったっていう証でもあると思うので、じゃあそれをどう言ってるのかっていうふうになると、さっき言ったアイデンティティとかそういうことも関わることもあるでしょうし、今日はちょっと地名の話を中心にお話をしてきましたけど、一応タイトルとして英国文化みたいなちょっと入れたんですけど、この辺はちょっとなんか地名と離れてもいいですので、なんか面白い話地名、これもちょっとホットな、大学でもやった話なんですけど、ウイスキーが好きな方は、ジョニー・ウォーカーってエディンバラの、ご存知だと思うんですね。ジョニー・ウォーカーという、スーパーでも買える美味しいウイスキーですけど、あれってイングランド北部スコットランドとか、スコッチウイスキーのメーカーですね。あれができた時の、今のジョニー・ウォーカーのロゴというか何ですか、デザイン、どういうなんか杖みたいなの持って長靴履いた感じで、ポロかなんかしてるみたいな感じの服の人が歩いてる。なんかこういう感じのシルエットがありますよね。であれ最初からああいうシルエットじゃなかったらしいんですけど、最初はもうちょっとコミカルな、なんか可愛いらしい感じのなんていうんですか、デザインだったんですけど、その最初にジョニー・ウォーカーのメーカーを立ち上げて、ジョン・ウォーカーという人が最初立ち上げたらしいんですけど、その3代目になった時にちょっとブランド化しようというふうになって、社名というか商品名をジョニーって愛称にして、で打ち出そうとなったらしいんですね。その時にじゃあロゴもどうしようかというふうに、ロゴというかデザインですか、なった時にいろいろいろんな人と話をする中でイラストレーターと話をしてたらしくて、その時にこういうのはどうかっていうので、イラストレーターの人が描いてくれたのがその最初の歩く人の像。かっこよくなってからの最初。一番最初のですね。なんですけど、それが要はThe Striding Man っていうふうに言うらしいんですよ。カッポする男というか、こういう感じの非常になんていうんですか、元気な感じの男の人が描かれてるんですけど、なんでそれを描いたかっていうのを考えた時に、多分ですけどジョニー・ウォーカーの、ウォーカーって名字じゃないですか。普通に見るとウォーカーですから、なんか歩く人っていうような感じがすると思う。そういうところもあってなんかジョニーが歩いてるっていうような感じで描いたんじゃないかなと思うんですよね。なんですけど、語源を遡ってみると、その人名って地名とも結構関わるじゃないですか。同じような単語が地名に関わると思うんですけど、でウォーカーって地名にもありますし、人名でもよく使われると思うんですけど、あれは全然歩く人とは全く関係ないんですか。全く多くする人ではない。全く関係がなくて、
これは2つ語源があるんですけど、はいはい、1つは特にやっぱ今のイングランド北部とかスコットランドに多かったみたいなんですけど、羊とかからフェルトを作りましたね、はい、でその時に、当時は機械とかないわけなので、いろいろこう作業工程によってなんですか職業が分かれてたみたいなんですけど、こう毛をこう押しつぶして圧縮するっていうんですかね、いう人たちがいたらしくて、その人たちのことをワールケレっていうふうに言ってたらしいんです。でその人たちのワールケレがウォーカーっていうふうに今なったっていうのが一個のパターンで、そうなんですね、だからこう要は職業名がそのまま、人名になったというか姓名になったパターンですね。でもう一個が、さっき言ったラテン語が関わっているんですけど、ウォール壁にキアールっていうバイキングたちの言葉が後から重なってワールキアールっていう風にできていたものがあって、それもやっぱりイングランドの北部とかに多い声明だったらしいんですけど、でウォールはもともとワルドゥムっていうラテン語から来ているんですけど、なのでもともとはだからそのどちらかで、今2個目に話した語源であればウォーク ER ではなくてワルカーなんですよね。なので普通に見るとこうなるほど、ね、異分積って言いますよね、異分積ね、英語学で区切るとこ間違えちゃうと違っちゃうっていう、異分積って言いますけど、現代的に見るとどう考えたって歩く人と考えちゃうんですけど、思ってますよね。そうですよね、おそらくそういう理由もあってああいうこう闊歩している人が出てきたんだと思うんですけど、なるほど、ね、むしろこう羊をこうやって一生懸命こうやって押している人を書くべきという。そうかそうか、本当はね、でもそれ知ってる人は知ってるんですか、そのウォーカーの元々で知らないと思いますけど、やっぱり歩く人っていうと思いますけどね、あんまりネイティブノンネイティブは関係ないと思いますね、語源的に見ないと。そうかそうか、はい、ぼちぼち時間が参りました。本当は最後これからのいろんなご計画とかいつも聞くようにしてるんですけど、もう時間なくなりましたまた今度ということで、また今度ということで、じゃあ、今日は、小川俊さんにお話を伺いました。ありがとうございました。